やらなきゃと分かっている。分かっているのにできない。それをあなたはこう呼んできた。怠けだと。だがそれは違う。山深い寺に年老いた師と若い弟子がいた。弟子は迷ってこの寺に来た。何者にもなれず何もなせず、ただ生きていた。師は彼に一つのことだけを命じた。あの蔵の戸を開けなさい。寺の奥に古い蔵があった。村ではこう言い伝えられていた。あの蔵を開けた者は二度と元の自分には戻れないと弟子は師に尋ねた。中には何が？師は静かに答えた。お前の一生を決めるものだ。その日から弟子は毎朝蔵の前に立った。だが戸には手をかけられなかった。一生を決めるもの。開ければもう戻れない。もし自分にそれを背負う力がなかったら、もし開けた先に待っていたのが絶望だったら、考えるほど戸は重くなった。その代わりに弟子は庭を履いた。落ち葉を一枚も残さず、誰よりも丁寧に毎朝履き続けた。履いている間だけは蔵のことを忘れていられたから。師は止めなかった。ただ黙って見ていた。幾度も季節が巡った。弟子の背は曲がった。彼は美しい庭を保つ僧として知られるようになった。蔵の戸は一度も開かないまま。この話には続きがある。弟子が最後に蔵を開ける日のことはもう少し後で話そう。試験の前の夜に急に机の上を片付けたくなる。そんな経験はないだろうか。明日が締め切りの仕事を前になぜか部屋の掃除を始めてしまう。メールの返信より先にどうでもいい用事を片付けたくなる。やるべきことを前にすると人は決まって別の何かを丁寧に始める。あの僧が庭を履いたように。そして決まってこう自分を責める。自分は怠けていると。だが先延ばしは怠けではない。近年の心理学ははっきりと言う。先延ばしは時間管理の問題ではない。感情の問題だと。やるべきことを思い浮かべると胸が重くなる。めんどくさい。きっと時間がかかる。うまくできる自信がない。そして口には出せない一番正直な本音。本当はやりたくない。その嫌な感じから逃げるために人は別のことを始める。やりたくないと感じることは弱さではない。心が無理をしないようにブレーキをかけているだけだ。ただそのブレーキが強すぎると人は一歩も動けなくなる。つまり先延ばしとは仕事から逃げているのではない。それを思う時の嫌な気分から逃げている。掃除をすれば少しだけ気が晴れる。だからまた掃除をする。逃げるたびにほんの少し楽になる。その小さな安らぎが人をまた逃げさせる。そしてもう一つ、先延ばしの奥にはしばしばこんな思いが隠れている。完璧にやりたい。うまくできないくらいなら始めたくない。中途半端なものを世に出したくない。あの弟子が蔵の中身を一生を決めるものだと信じたように、人はやるべきことに大きすぎる意味を与えてしまう。意味が重くなるほど最初の一歩は踏み出せなくなる。失敗が怖くなるから。だから始めなければ傷つかない。
手をつけない限りその夢は完璧なまま保たれる。ここで世の中はこう言う。やる気を出せ。とりあえず5分だけやれ。自分に厳しくなれ。だがもしそれが逆効果だとしたら、ある研究が示している。自分を責めることが多い人ほど先延ばしを繰り返しやすい。考えてみれば当然のことだ。自分を責めれば気分はさらに重くなる。重くなった気分から逃げるために人はまた先延ばす。責めるほど逃げたくなる。逃げるほどまた責める。やる気を出せというあの励まし。それはすでに自分を責めている人をさらに追い詰める。傷口に塩を塗りながら気合で治せというようなものだ。あなたを動けなくしていたのは意志の弱さではなかった。むしろ自分を責めすぎるその真面目さの方だった。さて、あの弟子の話だ。死が世を去るその前の日のことだった。弟子は初めて尋ねた。あの蔵には本当は何があったのですか。死は薄く笑って言った。行って開けてみなさい。もう何も怖くはないだろう。弟子は蔵の前に立った。若い日から何十年も開けられなかった戸。手をかけると戸はあっけなく開いた。中は空だった。塵一つなく何もなかった。一生を決めるものなど最初から入っていなかった。弟子は座り込んだ。そしてようやくわかった。彼が何十年も逃げていたのは蔵の中身ではなかった。何もない戸を開けるその一歩を踏み出せない自分自身からだった。恐れていたものの正体は空っぽだった。ただ開けると決めるのが怖かった。それだけのことだった。17世紀の哲学者ブレーズ・パスカルはこう考えた。人間の不幸はたった一つのことから来る。それは部屋に一人で静かに座っていられないことだ。人は本当に向き合うべきものから目をそらすために忙しさを求める。パスカルはそれを気晴らしと呼んだ。狩りに出る者は獲物が欲しいのではない。ただ考えたくないことを考えずに済む時間が欲しいのだ。あの弟子が庭を履いたように、あなたが机を片付けるように、私たちはいつも何かで忙しい。その忙しさはしばしば向き合うことからの静かな逃避だ。パスカルは300年以上前にそれを見抜いていた。先延ばしは怠けではない。それは怖さから自分を守ろうとする心の働きだ。ただ守りすぎると戸は開かないまま季節が過ぎていく。あなたが毎日丁寧に吐いているその庭はどの戸から目をそらすためのものだろう。そしてその蔵の中身は本当にあなたが恐れるほどのものだろうか。